ちょっと想像してみてほしいんです。あなたのスマートフォンの迷惑メールフィルターとか通知のオフ機能が完全に壊れてしまった状態を。ああ、それはかなり悲惨なことになりそうですね。ですよね。インターネット上のありとあらゆるデータとか不要な広告、誰かのつぶやき、スパムメールなんかがすべて重要度マックスのプッシュ通知として絶え間なく画面に表示されてバイブレーションが鳴りやまないんです。そんなスマホを持っていたらあなたはどう感じますか？まあ、間違いなく数分で電源を切りたくなるでしょうね。情報量が多すぎて本当に必要なメッセージすら読み取れなくなってしまいますから。はい、まさにそうなんです。でも実はこれこそが一部の神経多様性、つまり発達障害とか自閉症と呼ばれる人たちの脳が毎秒毎秒世界をどう体験しているかという感覚にすごく近いんですよね。ええ、本当にその通りですね。なので今回の深掘りでは教育現場の資料とか学術的な論文、あとは YouTube の目上からの配信動画、さらには海外の掲示板の書き込みまで実に多岐にわたるソースを積み上げて、この多様な脳の特性について紐解いていきたいと思います。はい。そして今回の目的は、自閉症や発達障害が決して何かの欠落とか治すべき病気などではなくて、人類にとって不可欠な高度に特化したいわばスペシャリストの OS であるという事実を様々な視点から明らかにすることです。なるほど、スペシャリストの OS ですか。このメカニズムを知ると、あなたが明日職場で同僚と話すときや家族と接するときの世界の見え方が劇的に変わるはずです。よし、それでは早速紐解いていきましょうか。まず最も根本的な疑問からスタートしたいんですけど、なぜ自閉症の人はいわゆる普通の人と世界が全く違って見えているんでしょうか？それを理解するためには、まず人間の前頭葉が持っている無意識の振るい落とし機能について知る必要があります。心理学の実験で非常に有名な見えないゴリラの実験ってご存知ですか？はいはい。映像のテストですよね。白い服を着たチームと黒い服を着たチームがバスケットボールのパスを回していて、そうです、それです。白いチームのパスの回数を数えてくださいと指示されるやつですね。ええで、一生懸命そのパスの回数を数えていると、画面の真ん中を堂々と横切っていく着ぐるみのゴリラに全く気づかないっていう。私本当に初めてあれをやった時本当に信じられませんでしたよ。え、どこにゴリラいたのって。まさにそこなんですよ。人間の目は物理的には間違いなくそのゴリラを捉えているんです。網膜には映っているんです。しかし、普通の脳は目の前のタスク、つまりパスを数えることに関係のない情報を無意識のうちに振るい落として遮断してしまうんですよね。なるほど。見えているけど脳が消去していると。ええ。これは脳のキャパシティがパンクしないようにするために非常に高度で優秀な情報処理の結果なんです。ということは、脳が自動的に優秀なノイズキャンセリングをしてくれているわけですね。はい。しかしですね、自閉症の人や実は自然界を生きる動物の脳というのは、このフィルター機能が働きにくい傾向があるんです。働きにくい。つまりノイズキャンセリングがオフになっている。その通りです。周囲にある何千億という微細な知覚情報、例えば窓に反射するかすかな光とか、遠くのエアコンのモーター音、誰かの香水の匂い、さらには自分が着ている服のタグが肌に触れるチクチク感なんかが、タグのチクチク感とかもありますよね。はい。そういったものが全く遮断されることなく、すべてそのまま意識の最前列に流れ込んでくるんです。わあ、それはまさに先ほどお話しした全ての情報が通知されまくるスマホの状態ですね。常に強烈な情報の洪水にさらされているような。だからこそ、ちょっとした環境の変化でパニックを起こしてしまったり、ひどい感覚過敏に苦しんだりするわけなんです。ただ、ここで非常に興味深いのは、このフィルターを通さない、むき出しの知覚こそが、普通の人には到底真似できない驚異的な能力の源泉でもあるということなんです。驚異的な能力ですか。ゴリラを見落とさないだけじゃなくて、もっとすごい能力があるってことですか？はい。例えば、渡り鳥は、大概らの何千キロというルートをたった一度で完璧に記憶しますよね。確かにナビゲーションシステムもないのにすごいですよね。さらに、トーブハイロリスというリスがいるんですが、彼らは森のあちこちに隠した何百もの木の実の場所を数ヶ月経っても絶対に忘れないんです。何百箇所もですか？普通なら絶対どこに埋めたかわからなくなりますよ。そうなんですよ。彼らは人間の脳ならノイズとして捨ててしまう微細な匂いの違いとか、かすかな色の変化、木肌の質感なんかを全て捉えて完璧な道しるべにしているんです。
自閉症の人が見せる天才的な記憶力や観察力も根本的にはこれと同じメカニズムだと考えられています。なるほどな。すべての情報がいわばフルハイビジョン以上の解像度で常に入ってくるからこそ、普通の人には見えない世界が見えていると。でもちょっと疑問なのは、その圧倒的な情報量の海の中で溺れずに、どうやって社会でその才能を発揮している人がいるんでしょうか。その問いに答える完璧な実例があります。今回ご提供いただいたソースの中でも特に詳しく言及されていたんですが、動物学者であり、ご自身も自閉症当事者であるテンプル・グランディン氏です。テンプル・グランディンさん。彼女の実績は本当に素晴らしいですよね。資料によると、北米にある半数以上の牛の処理施設を彼女が設計指導したという記録がありました。そうなんです。牛がパニックを起こさずに極力ストレスを感じない人道的なシステムに変えたんですよね。でも、なぜ彼女にそんな劇的な改革ができたんでしょうか。どうやってその牛の視点を持てたんでしょそれはですね、彼女の思考のベースが言葉ではなく絵、つまり具体的な画像だからなんです。う。絵で考える？どういうことですか？彼女の脳内は言ってみれば Google 画像検索のように機能しているんです。例えば靴と言われれば、足に履くものという言葉の定義ではなくて、1950年代の特定の革靴とか、昨日テレビで見たスニーカーといった具体的な画像が次々とフラッシュして現れるんです。なるほど。概念じゃなくて全てが具体的なデータの蓄積なんですね。はい。そして彼女は、施設の設計図を頭の中で組み立てると、そこに雪を降らせたり、雷を加えたりと環境を操作しながら、それを VR、仮想現実の 3D 動画として脳内で試運転できるんです。頭の中で完璧なシミュレーションを回せるってことですか？まるで最新のスーパーコンピューターじゃないですか。そうなんです。実際に建設する前に、ここを牛が通ったらどうなるかを細部までテストランできるわけです。さらに重要なのは、彼女の脳が細部をフィルターにかけないことです。さっきのノイズキャンセリングがないという話ですね。普通の人が見落としてしまうたなびく旗とか、フェンスにかかった黄色のコート、床に落ちたホースの影、普通の設計士には見えないこうした細部に、牛がひどく怯えていることに彼女だけが気づけたんです。牛もまた言葉ではなく視覚や聴覚といった知覚で思考しますからね。なるほど。フィルターがないからこそ牛と同じようにコートの影が巨大な脅威として見えたわけだ。動物の感覚と完全に共鳴しているんですね。あなたが今これを聞いて自分も映像で考えるタイプだから同じかもと思うかもしれませんが、彼女の脳内で起きているのはその桁違いのバージョンだということです。まさにその通りです。でもここで一つ疑問なんですが、映像で考えるのは確かにすごい能力です。ただ、危険とか平和のような、そもそも形がない抽象的な概念ってどうやって理解するんですか？絵にできない言葉もありますよね。いや、非常に鋭い指摘ですね。実は、グランディン氏自身も、幼い頃は車は危険だといくら言葉で言われても全く理解できなかったそうなんです。やっぱり、辞書的な意味を言われても映像として検索できないからですよね。では、どうやってその概念を獲得したか。ある日、彼女は道路で車にひかれてぺちゃんこに潰れたリスを見たんです。なるほど。その時、ベビーシッターが車にひかれたのよと教えました。その瞬間初めて、車にひかれたリスという具体的な一枚の強烈な絵と、危険という抽象概念がガチッと結びついて理解できたと語っているんです。すごい。具体的なイメージさえ伴えば、
抽象的な概念も自分の中にダウンロードして、次からはその画像を引き出すことで危険を理解できるんですね。面白いな。彼女のようなタイプは視覚型思考者と呼ばれます。彼らは代数のような文字や数式を使う抽象的な操作は苦手なんですが、図形や空間を扱う幾何学や工業デザイン、グラフィックデザインには突出した才能を発揮します。でも、ちょっと待ってください。もしグランディン氏のような視覚型思考の人が代数や抽象的な数式を苦手としているなら、私たちが日常的に依存している複雑な数学のシステムとかコンピューターのプログラミングなんかは一体誰が構築しているんですか？まさにそこが自閉症の脳があることに秀でてあることに劣るスペシャリストの脳であると言われるゆえんであり、彼女が提唱するもう一つのタイプ、パターン型思考者の出番なんです。パターン型思考者。それはどういうタイプなんですか？このタイプは音楽や数学の構造、つまり規則性を見抜くことに突出しています。ソースの中にあった驚くべき例なんですが、テープもハサミも使わずに1枚の紙から折られた複雑なカマキリの折り紙を見ただけで、彼らは頭の中でその展開図を見抜いてしまうんです。へえ、カマキリの折り紙から紙の展開図が透けて見えるような感じですか？そうです。彼らは文字を読むのが苦手な失読症の傾向を持つこともあるんですが、複雑なコードから法則を見つけ出すプログラマーやエンジンに非常に向いています。なるほど。規則性を見つける天才なんですね。ええ。海外の掲示板、レディットの書き込みでも言及されていたダニエル・タメットという人物がいます。彼は円周率を2万桁以上暗唱できるんですが、数字を単なる記号ではなく、風景や色、質感としてパターン認識しているんです。風景として？はい。素数には滑らかな質感があり、そうでない数字にはザラザラした質感があるといった具合に感じているそうです。数字が風景に見えるって次元が違いますね。まさにパターンのスペシャリストだ。では、視覚的なイメージも苦手、数学的なパターン認識も得意ではないけれど、発達障害の特性を持っている人はどうなるんですか？それが3つ目の言語型思考者です。これは、あらゆる物事の事実、ファクトを知り尽くす極端な物知りタイプです。彼らは言葉をベースに思考し、膨大な知識や歴史の年号、スポーツの統計データなどを正確に記憶します。それって普通に学校の勉強ができそうなタイプに聞こえますが、何が違うんですか？知識の蓄積は得意なんですが、直感的な社会性、いわゆるその場の空気を読むことや他人の感情の機微を察知することが非常に苦手なんです。普通の人なら無意識にやっているコミュニケーションのキャッチボールが自然にはできないんですね。なるほど。でも社会に出たらコミュニケーションは必須ですよね。彼らはどうやって適応しているんですか？ここが彼らのすごいところなんですが、社会のルールや他人の振る舞いをお芝居の台本のように後天的に学習するんです。お芝居の台本ですか？ええ。この場面ではこう微笑むとか、相手がこう言ったらこういう相槌を打つという膨大なルールをセリフとして記憶して、実社会で役になりきって演じる。いわゆるマスキングという技術を使います。それって聞いてるだけで気が遠くなりますね。普通の人が無意識にやっている呼吸みたいなものを24時間舞台の上で意識的に演技し続けているってことですよね。ものすごく疲弊しそうです。おっしゃる通り、想像を絶するエネルギーを使います。だからこそ彼らには一人の時間や静かな環境での休息が絶対に必要なんです。そうですよね。一方で、この徹底的に情報を集めて体系化する能力は、ジャーナリストやあるいはそれこそ台本を完璧に演じきる舞台俳優といった職業で類稀な才能を発揮します。なるほど。ソースの中にハリウッドスターのトム・クルーズやスティーブン・スピルバーグ、それにオリンピックで金メダルを取った水泳のマイケル・フェルプス、アーティストの深瀬さんなど、各界のトップランナーたちが発達障害を公表しているという記述がありました。彼らもまたそうした何かのスペシャリストなんですね。そうです。彼らの存在が教えてくれるのは、社会というものは全員が全てをそつなくこなすオールラウンダーである必要はないということです。確かに。よくゲームに例えられるんですが、RPG のパーティーを想像してみてください。全員が中途半端に剣も魔法も使えるパーティーより、攻撃に特化した戦士、遠距離攻撃の魔法使い、回復専門のヒーラーと、それぞれ尖った才能を持ち寄ったパーティーの方がはるかに強力ですよね。いやー、完璧な比喩ですね。
全員が平均点を目指す必要はないんだ。でも、だとしたら、私たちの教育や社会の在り方には大きな問題があるんじゃないですか？だって学校のテストや会社の評価システムって基本的に全員が同じルールで平均点以上を取ることを求めていますよね。まさにそこが今回の最も重要な革新なんです。脳の OS が全く違うスペシャリストたちに普通の人が作った画一的なルールを押し付けるのは根本的に間違っています。自閉症だからこれができないと個人を評価するのではなく、環境の側をハックしてどうすれば彼らの OS が機能するかを考える必要があるんです。環境をハックする。具体的にはどんなアプローチがあるんですか？教育現場では合理的配慮と呼ばれます。例えば、最初にお話しした情報のフィルターがない聴覚過敏の生徒には全校集会でのイヤーマフ着用を許可する。文字が読みにくい生徒にはタブレット端末の読み上げ機能を使わせる。なるほど。これは決して個人のわがままを許しているのではなく、本来持っている能力を発揮するのを妨げている環境の障壁を取り除く、極めて合理的なアプローチなんです。通知が鳴り止まらなくて困っているスマホに気合で耐えろというんじゃなくて、マナーモードにする物理的なツールを渡そうということですね。その通りです。グランディン氏自身もパニックを縮めるために自ら締め付け機、ハグマシーンを作りました。ハグマシーン。体を強く締め付ける機械ですか？なんだか逆にパニックになりそうですが、なぜそれが効くんですか？脳の神経系のメカニズムが関係しているんです。感覚過敏で情報が溢れているとき、脳は闘争かという極度の緊張状態、つまり交感神経が暴走している状態にあります。はい。しかし体に均等に強い圧迫感、ディープタッチプレッシャーを与えると、副交感神経が刺激されて心拍数が下がり、脳がここは安全だと認識して落ち着くんです。なるほど。重い毛布、ウェイトブランケットにくるまることで安心感を得るのも全く同じ神経学的な原理ですね。なるほど。不快なノイズの刺激を減らして、逆に神経を落ち着かせる心地よい物理的刺激をハックとして使うわけだ。ソースの中にあったゲーム好きの親御さんのエピソードを思い出しました。どんなエピソードでしたっけ？子供が壁にぶつかった時、自閉症だからできない、仕方ないと嘆くのではなく、よし、ここからどうやってこのゲームを攻略していこうかと考えていたという話です。自分を変えるのではなく、環境をハックしてクリアする。親や周りの大人のマインドセットが問われますね。本当に素晴らしいマインドセットだと思います。そしてもう一つ、彼らの才能を爆発させるためにグランディン氏が強く推奨しているのが、好奇心に火をつけるメンターの存在です。メンター。それは学校の先生とは違うんですか？学校の教員免許を持った正規の教師にこだわる必要はないと彼女は言います。実際、彼女自身の恩師は NASA の宇宙科学者でした。NASA の科学者ですか？ええ。地域社会にいる専門家やリタイアした元エンジニアなどを引き合わせるんです。そして子供が持つ強いこだわりを学習のモチベーションとして利用するんです。こだわりを利用する？具体的にはどういうことですか？例えば、レーシングカーに異常な執着を持っている子供がいるとしますよね。普通の教育では、車のおもちゃをしまって数学のドリルをやりなさいと言います。はい、大体そう言われますよね。でもメンターは違います。この車がこの距離を何分で走るか計算してみようと、車の話のまま数学や物理の問題にしてしまうんです。うわー、なるほど。自分の大好きなものが入り口になれば、特化型の脳は一気に凄まじい集中力を発揮しそうですね。その通りです。重要なのは、教科書通りの知識を教え込むことではなく、彼らの興味のど真ん中にあるものを提示して心に火をつけること。一度スイッチが入れば、スペシャリストの脳は自ら驚異的なスピードで知識を吸収して、普通の人には到達できない領域まで深くそごっていきます。いやー、本当に見方が180度変わりました。今日私たちが学んだのは、自閉症や発達障害は直すべきエラーでは決してなく、むしろ人類という種が前に進むために絶対に必要な特化型の OS だということですね。グランディン氏の言葉にハッとさせられるものがあるんです。もし何らかの魔法でこの世界から自閉症の遺伝子が完全になくなれば、人類は今も洞窟の入り口で焚き火をして暮らしているだろうと。洞窟で焚き火。初めて石槍の形をデザインしたのも、炎の燃え方の規則性を発見したのも、きっと特化型の脳を持った古代のスペシャリストだったはずです。なるほど。新しいテクノロジーを発明し、社会にイノベーションを起こすには、全体をぼんやり見る普通の脳だけでは絶対に足りません。橋を架けるとき、全体をまとめる人と細部の小さな構造的欠陥に気づく視覚型思考者、
そして緻密な計算をするパターン型思考者。その全員がいなければ橋は落ちてしまいます。多様な脳の競争こそが私たちの未来を切り開いてきたんです。まさに人類という壮大な RPG で最強のパーティーを組む必要があるわけですね。はい、全くその通りです。さて、今日あなたは人間の脳の多様性と無意識のフィルターについて学びました。では今あなたの職場や日常生活においてあなたの優秀で普通な脳が勝手に振るい落としてしまっている見えないゴリラは何でしょうか。そしてその見落としている大切な何かに気づくためにはあなたとは全く違う世界を見ている誰の視点、誰の知覚を借りる必要があるでしょうか。次に誰かと意見が合わなかった時、あるいはなぜこの人はこんな細かいことにこだわるんだろうとイライラした時、少しだけ立ち止まって今日の話を思い出してみてください。もしかするとその人はあなたには見れていない重要なゴリラを教えてくれているのかもしれません。それでは今回の深掘りはこの辺で、また次回の徹底解説でお会いしましょう。